何歳ですか？今日何時からここにいるんですか？どうして生活保護を受けないんですか？あ、受けたことあるんですね。じゃあ何が問題でした？俺は脳梗塞で倒れてる。じゃあ体半分麻痺。いつ生活保護を受けてたんですか？1ヶ月前。あ、1ヶ月前まで？で、なんで辞めちゃったんですか？理由は何ですか？だから寮にいたから寮の人が余計なこと言ったんだよ。何言われちゃったんですか？どこの寮ですか？なんていう名前？三徳寮？いや。あ、寮もあるんですか？あるよ。ないけどね。追い出されちゃったんですか？そんなんありえます？1ヶ月家を空けたら切られた。なんで開けてたんですか？脳の関係だよね。脳がちっちゃってるので修正がつかない。もうちょっとしたらもう物忘れが覚えてない。なんで出てるの？じゃあそれやったら絶対助けがいりますよね。でも一人やったら大変ですよね。切られたら6ヶ月誰が言ったんですか、そんなこと？東京は東京はそうなんです。じゃあ今日はどこで寝るんですか？雨の降らない。だから生活をかかってるわけじゃない。これでもう奥さんは助けてもらえないんですか？じゃないの。だからうち湧いてる。ホームレスやって宮城でやって西成には何がきっかけで行ったんですか？どこら辺で捕まった。ハマった。そういうこと帰らないから。じゃあ生活保護を受ける前は何をしてたんですか？その時はホームレスでした？今はどうやって生計を立ててるんですか？今はどうやってお金稼げます？稼げるというか。稼げるとか。別に特に何も書いてなくてもお金が入ってくる。朝からって何時頃からいるんですか10時。でいつも何時頃までやってるんですか？この時間。じゃあ5000円ぐらい。警察に入るのはされるけど、またでもう7時から警察は来ない。まあ金曜日はね。なんで金曜日はうちなんですか？人が多い。なんだかんだ分かる。こんなこと起きる。酔っ払いも多い。いつからここに来てるんですか？いつからここでやってるんですか？じゃあそれ追い出されてから毎日。でもどうしてここでやろうと思ったんですか？もうずっとここへ通ってた。昔？いつこ頃？こら辺で働いてた。働いてたんですね。じゃあ5000円あったらどっかに泊まれますか？止まらないね。泊まらないんですか？食べるの精一杯だ。タバコ買ったりなんだ。あとパチンコもするからって感じです。いや、パチンコはしないね。もうでも5000円あったら
西成やったら1600円の小屋とか。汚いもん、俺、1年たまったから。布団も汚いし、部屋が汚いの、金から切りになる。1日1700円も出してるのと、飯代したら3000円になっちゃうんだ。そしたら5000円になっちゃう。何食べてるんですか？コンビニに残り物とかあるよ。じゃあタダですか？残り物。どこで？あ、いっぱいある。あるんですか？あるの。コーヒーショップの残り物。出てる。出てるのあるの。出てれば。それは何時頃手に入れるんですか？これさ、これから？ 11時。もう9時でここでもう取られちゃうね。他の人が取るわけ。そうなんですか？全部分かってるんだかこれから冬寒くなるじゃないですか。どうするんですか？ら、寝袋買うよ。荷物はどこに置いてるんですか？置いて部屋に置いてやつも全部片付けられちゃう。そうなんですか。そう、捨てられる。布団から何かね。そしたら、家がないじゃん。家もないし、荷物もないし。また生活保護受けれますよ。いきなりは安いから。支給費は安いのよ。同じですよ。11万。でも11万でも4万何本払ったらさ、5、6万しか残んない。でもないよりいいじゃないですか。生活なんないじゃん。え？生活できない。ここで1日5000円かけて、1ヶ月15万最低。僕はその他に業界関係のたまに11とか12とか1万円くれる。いろんな人から1000円とか今日はたまたま人通りが多いからお金になるけど、人通りはないしじゃ30回やってると明日は分かんない。明日のことまで分かんない。雨降ったりしたらね、またダメです。だからここで生活をして安いから何も仕事できてもね、年齢的に使ってくれるんだよ。ここで仕事しだすじゃ鉄筋溶接とか加工とかよ。まあね、なかなか難しいよね。若い時は飛びやって専門の会社の下請けで1万6000円ぐらいですよね。シェルターには入らないんですか？シェルタセンターに入る。ー。なんでですか？汚いから。虫湧いてる。今もそうですかね。汚い。みんな言うのね。汚い。だから農場で寝てる人が多いんじゃないの？綺麗ならいいよ、変な。清潔感。なんだろう、東京はね、初め入ったら、キャップ、パンツ、ジャージ、上下、それくれる。大阪ない。東京のシェルター、着替えをくれるんですか？そう。タバコもただだから大阪汚いのよ、どこも。だから路上生活者が多い。路上は綺麗ですか？段ボール、新しい段ボール上に下からブルーシートでかぶる。じゃあ今日はこれから段ボールで
お家に来るんですか？1枚か2枚引いてね、こう寒くなってこれ買うと怖いんで、その毛布はどうしたんですか？これはプレゼント。いろんな人プレゼント。6時とか何時プレゼント。今日も2、3回。お腹満タンで。そういうのだから多い。だからホームレスやってる人がさ、ああだこうだって言われるの嫌だからホームレスやってる。自由だ。で、施設にある手がうるさい。施設？施設に入ってたこともあるんですか？どんな施設ですか？まあ、ホームレスのあれだけどね。かなりや。ドヤもかなりね。洋服着たらくれるけどね。仕事できる。大阪で働いて仕事できるから作業から何か全部くれた貸してくれる。ホームレスで一番辛いことは何ですか？一番辛いことお風呂へあまり入れないですね。道にあるまでさ行ってさお風呂に大変じゃん。こここら辺に銭湯はないんですか？この辺り。わかんないね。この頃歩いてないじゃん。今の希望は何ですか？希望。早く東京帰りたい。これクリスマスどこに行かなきゃ。渋谷って書いてますね。なんで？渋谷東京から来はったんですね。なんで東京から来たんですか？こっちに。あるじゃん。なんだ。ちょっとこっちの方が悪い。物があるじゃん。こうやって食べてるのか。東京からなんで来たか忘れちゃった？夜行バス。夜行バスですか？でも何を目的に来たんですか？コロナが激しくなったから大阪に。そうなんですか？じゃあ最近ですか？来たん。6年前。コロナでも2019年2020年からだから3年ぐらい前。でもちょっと忘れちゃったかもしれないです。6年前じゃもうコロナ。今もコロナはある。そうですよね。1日何百人も死んでるんです。ただ表に出ない。東京はまだ多い。なんで東京に帰りたいんですか？早くコロナが終われば。東京に家族いるんですか？家族終わっどこ出身なんですか？どこで生まれたんですか？生まれはどこですか？生まれは仙台。仙台？親に育ててもらってない。誰に育ててもらった？おじいさんとおばあさん。力になる。親知らない。8歳。8歳に親に会ったんですか？だから兄弟とも合わない。僕まだ東京へ出て働いて。仙台から東京に行ったんですね。だから出て行ってくれって言われて、親から兄弟と会わないんで。どう思いました？そんな言われて。まあそういう家庭なんだろうな。親と思ってない。
たまたまいいつながってるかなんかわかんないけど、兄弟のフルモンボルボのやつを使って自分の可愛い息子は働きに行った兄貴にお互いあこう破れて去年来てた。小学校その格好で兄貴新しいの買ってくれる。これでもね、まあいいや、そういう家庭なんだな。親とも兄弟とも思ってない。だから甘くなっちゃう。じゃあいっぱいなんかいつも我慢してた感じですかね。早く出てってよくなんていちいちさ気にしなきゃそんなもんでも働ける。楽しかったらね。楽しかったですか？飛びやったらご通行中の皆さん、麻生通りです。東京、鼻、目元、ご相談ください。会員20年、医療事故ゼロ。何でもそれは日雇い労働みたいな感じですか？全然違うずっと同じとこでじゃあ厚生年金とかはないんですか？何使わないから。もうそういうのつけない。面倒くさい。絡まない。年金はあるっていうかないですか？何年ぐらいその会社で働いてたんですか？飛びは12年。12年ぐらいね。生きるよね。この他に何でも全部。例えば着るものと。これからどんどん寒くなっていくじゃないですか。じゃあどうするんですか？寒くなったらね。でもずっと外でいるっていうのは体が寝袋があっても冷えるじゃないですか。だからそれやったらアパートとかに住んだ方がいいのかなと。お金かまってない。だから生活保護ほら受けたら生活保護に受けたらろくなことない。体余っちゃう。こういうふうになっちゃうんだよ。人間が甘い考えでそういうね金入るかお酒飲むと金貸しが全然入ってこない。お金貸したことあるんですか？帰ってこない。返ってこない？もう諦めない。ああ、こいつはもう金返さないなと思ったらもうね、大阪にひろしさんはお酒飲むんですか？お酒に酔って寝たら投資するとかもあるじゃないですか。それは迷信なもん。迷信？寝袋入って風が来ないとあれはどうしたらないの。酒飲んで。今日はじゃあこれからどうするんですか？これから帰るよ。帰るんですか？どこに？お金をかけないように食事を探す。食事あとコンビニとか、あといろんなとこ。警察に排除されるんですよ。なんて言われるんですか？僕はどけてって言われる。今日も言われたんですか？なんて言われました？これで終わり。手でどけてって。お金は結構貯まりますか？使わないとね。で、貯まったらどうしようと思ってるんですか？アパート借りるまではたまんない。ここのさ、はい。ここの余り物も出るわけ。どこに出るんですか？ゴミ袋に出る。11時。11時。じゃあ今はまだ早いんですね。じゃあ大体店のパンの残り物とか出るわけ。店の前に出るんですね。そう。みんな結構来るんですか？来るよね。美味しいですよね、きっとね。
でその日のね売れ残りですもんね。でもめっちゃもったいないですよね。だから勝手に取ってくださいみたいな感じ。なるほど。こういう感じで出るんですね。どこもそう、コンビニもそう。コンビニも出すとこ出さないとこあるわけよ。業者が取りに来る。出さないところは業者が取りに来る。そうそう。残り物の専門。西成の闇市とかすごくほらお弁当安くで売ってるじゃないですか。あれとかってじゃあこういうのから取ってる。そう。あとラーメンの残り物あるから。ああいうのは。はい。ラーメン屋さんですか？インスタントラーメンね。あれはさマンションで食べない人が捨てるわけ。はい。それを持ってくる人もいるよ。捨てる人もいるから。いるんですね。賞味期限とかでかな。そう。賞味期限切れても食べれる。はい、食べれます。それで闇市で売ってる人もいるわけ。だからみんな荒らすから。荒らしちゃうんですか？出さなくていいんですよね。だから他の人は遠くまで行くわけよ。東京もそう。初めは開けてたの。開けてた。鍵をね閉めた中。そのゴミ箱みたいなところですか？そう残り弁当の残り物。要するに東京駅で売ってる弁当。あれを倉庫があるわけ。そこ鍵買ってなかった。今みんな荒らすもんで鍵買って。何個ぐらいゴミとして出されるんですか？100個以上。鍵がかかってなかった時は何個ぐらいもらってました？自分で取りに行くと誰にも教えない。何個ぐらい取ってました？10個。そんなに？10個も取ってどうするんですか？自分で食べる。10個もですか？朝昼。でまた夜取りに。毎日夜。人に教えちゃうと。後つけられてどっから何を取ってきたかバレちゃうから。バレちゃうと11時になると思い出す。11時になっちゃうんですね。どこのコンビニも喫茶店でもそうだけど11時になるの出ない。そっか。じゃあひろしさんはそれまで何してるんですか？待ってるよ。どこでいつも？コンビニで弁当。コンビニ弁当とカフェとかね。でも本当そんなんもったいないですよね。出してる人多いよね。袋いっぱい出してる人に出してる人もあるよ。食べきれない。そういう時人にあげるけどさ、あげても今度は帰ってこないから。やるだけで損みたいな感じだよね。でも相手が喜んでくれるだけどね。何も返ってこないんで、この人はこういう人なんだなって思うでしょ。ここら辺ホームレス結構いるんですか？ここら辺でも。どこら辺で皆さん寝てるんですか？外の中に10人とか20人段取り寝てる。今はもうそう。で、ひろしさんもあそこで？寝ない。それはなんでですか？朝早いの。朝警備を起こさせる。何時頃に来るんですか？4時半で。それ早いですね、めっちゃ。ここら辺で寝るよ。寝て、つけば元のところつけばしいので。足伸ばさない。足はいい。ここで寝てもさ、うるさいの。車がうるさくて。それだとやっぱり生活保護受けて、お部屋だけ借りてもらった方が、お部屋だけでもなんかあった方が良くないですか？なんかその西成やったら汚いかもしれないですけど、この辺りとかもっと静かなところの市役所に行って申請したら穏やかに過ごせるんじゃないでしょうか。穏やかに過ごせるとこ探すまでにさ、ある程度の資金を金とか。でも生活保護をやったらほら全部タダでやってくれますよ。
部屋まで面倒見てくれないから見てくれるんですよ、それが。くれる道なりはダメだったよね。なんかだからほら国によって違うから、でも生活保護は日本どこでも一応もちろん値段は多分おそらく違うと思うんですけど、アパート代は出さないといけないという法律があると思うんですよね。だからアパートも普通なら出すんだけどね。多分俺アパートがなかったからね。指揮者みたいな。やっぱりあれ3畳1間。もうそんなんで4万2000も払ってられないよ。お部屋にトイレついてました？ついてないよ。共同のお手洗いですか？じゃあお風呂は？お風呂も共同。それはちょっとなんか納得いかないですね。で4万2000円じゃさ。高いね。そんな払っていられないでしょ？はい。6年も払ってきてるから。6年も払ってたんですか？じゃあバカらしくない。私が知ってる不動産屋さんがあるんですよ。そこやったらちゃんとしたお部屋を紹介してくれる、もちろん生活保護も入れてくれるところがあるんですけど、それ連絡してみましょうか？してみましょうか？いいよ。ここも9時になったら出る。あえて寝てんだ。はいはいはい。荒さん。10時より。だからああやってやる。コンビニのあまりにこういうふうにやるわけ。じゃあ待ってはるんですね。あそこで。ちょっと今電話してみましょうかね、その人に。いいです？いいよ。ちょっと待ってくださいね。入れるかね。入れるはずです。さ脳の方が悪いからさ、ちゃんとしたとこじゃないとさ、ここもさ、本当は前は出してたんだけど、もう今渡さない？やっぱり誰かが荒らしちゃうからですか？すいません、今ね、ホームレスのおっちゃんと一緒にいるんですよ。高齢の方なんですよ。70歳超えてるんで、ホームレスで、じゃあ今から向かいます。多分私たちはそこまで5分ぐらいで行けると思います。来てくれるって。行きましょう。よかった。多分今日お部屋用意してくれる希望をちゃんと言いましょうね。3畳のところとか嫌やとか、ちゃんと希望を言って。よかった。やっぱしんどいですよね、そんなね。しんどいし、そんなこと考えてたら生活できないから。でも体もしんどいじゃないですか。まあね、しょうがないよね。やっぱりほら、脳梗塞だから。そうですそうです。それにね、40代とかやったらまだね、なんとかなるかもしれないけどね、仕事とかほらもうないって言ってたじゃないですか。ないね。だからそれやったらね、よかった。今の人もホームレス。どの人ですか？帽子かぶってるでしょ。どの人？あの方？変人だよ。奥の方が買うと逆に何か言われる。そっか。なんかさっきね、今ね、こっち見たらね、こうやってくるくるくるってやってました。だから自分がくるくるなのに、人をくるくる。こっち行きましょうか。御堂筋やから。どのあたりに住みたいとかあります？難波なら難波でいいよね。そっか、あそこ行けるもんね。でも生活保護もらっちゃったらすぐ全部でパチンコに使っちゃいますか？パチンコに行かないよね。行かないの？行かない。たまに行くけど、ここで入らないから。何回ぐらい一月にパチンコするんですか？1万か2万だよね。何回行きますか、パチンコ屋さんに？3回じゃ出れば。出なかったら1回しか行かないけど、月に使う資金はっていうか、1万か2万ぐらいって決めてるんですね。西成ってパチンコで使い果たしちゃって、炊き出しに並ぶ人とかいるじゃないですか。あの人らはさ、酒だから。酒？パチンコじゃない。そうなんです。ほとんど酒？お酒。
昼間から朝まで飲んでら、うんうん金もなくなるでし結構飲んでますもんね。ょ。飲むのが反対じゃないから。うん。あ、友達はいないよね。西成はさ、酔っ払いが多いからさ。いいの覚えてないっていう人多いから。あちらへん、あそこら辺にいましょうか。本当にいいようになればいいですね。ね。難しいんじゃない？生活保護でお金のやりくりとかは自分でできてたって感じですか？あ、掃除すんのよ。お金かかってしょうがない。虫が入ってくるから、ドアに虫が入ってこないようにしなきゃいけないから、こう貼ってさ、ゴムのやつ。毎日布団ね、新しいのとかついたり。虫がついちゃってしょうがないんだよ。で入り口ちょっと開けたらもうついてくる。スリッパについてきたり。そうなんですか？ね。それはだから、その量自体が清潔じゃない。掃除はこういうふうにやるんだよっていうことを言っても、俺たちの勝手みたいなこと言われてる。どうですか今の気持ち？複雑だよね。まあ希望通り行けばいいけど、なかなか難しいんだよ。難波で、ね、アパートのアパート、マンション安いとこで帰ればいいけどさ、それからね、通いやすいし、あっちゃこっちゃ見物もできるね。東京でもホームレスしてたんですか？ホームレス、生活保護だよ。じゃあ生活保護をもらいながらその東京駅のところで弁当をもらいに？そっちの方はね、俺クリスチャンなので、教会に行ってる。教会に12年通ってたから、で食事だのには教会で出るの、お金も出るで行ってたの。どういう状況でその東京駅のお弁当をもらってたんですか？ホームレスやってたと。食べていけないよ。教会も知らなかった。なんでホームレスになっちゃったんですか？その時は何歳ぐらいですか？若い時からね。なんでですか？人生が嫌になってる。しがらみ？なんか何もしたくなくなっちゃったってこと。自由気ままがいいなって感じ。それで路上協会みたいなので、路上協会に参加したら、ここへ行かないかっていう誘われただけ。東京の協会で。人間いろいろあるじゃない。だから人が経験しないね、お仕事やってきたことがあるから、女を買ったり売ったり、買ってくるじゃん。それで買ってきてお金で貸し取るじゃん。どこで買うんですか？外国から。こんばんは。今ね、体半分、マジで、じゃダメだね。なんで？遠い。通うの、こっちまで遊びに行くの。福祉を足らないから、それで、路上、いろいろなもん買うじゃん。洋服とか。そしたら、タバコもする。だから残んないでしょ。3万とか、そんなんじゃ4万じゃ暮らしていけないよ。自分はちゃんと余裕を持って生活したいので。じゃあ話して。何番あるんだらいいけど、いいよ。話なしってこと。今の気持ちはどんな感じですか？あんまないね。なんで家賃払わなかったんですか？払わないっていう、先月払って、今月分、月末払いしなかっただけだ。ちょっと忘れちゃったとか？そうそう。でも1回払わなかったらもう追い出されちゃうんですか？めっちゃ厳しいですね。
どうしよだからあんまり考えるう。じゃあ今日はどこ行きますか？大丈夫ですか？と大丈カードもらいましたよね。夫カード、フリーダイヤル。あ、よかったよかった。あ、じゃあそこに、もし本当にしんどかったらそこ絶対かけてくださいよ。大丈夫？大丈落ち込んでます？夫なんじゃない本当？もうそういうのね落ち込まないし落ち込まない何でもポジティブに考えるいつ通知を見たんですか？次の日ね出る時に言ったら9月ですか？帰ってる25日どう思いました？ああ切られたんだなあこういうとこなんだな大阪って切るって言いに行かないと多分切られないのかなと思いますけど、じゃあさんが切る。切ったでしょ言ってこういうことだからで悪いふうに言ったんだよねそうじゃなく切らないそうですよね。でも役所もちゃんと確かめてほしいですよね。そんなんパッと切るんじゃなくて。もしないで普通は切らないんだけど、そういうふうに言ったから悪いふうに言ったから切ったんだよそれしか考えられないこういうとこなんだなマンションがあるかって汚いとこをきれいって言ってるんだなみたいな感じで人間性っていうね